どうもおいりです。今回いただいた質問が、料理を始めたいのですが万能に使える包丁を探しています。どの包丁を選べばいいですかっていうことなんですけど、確かにこれお店行った時、基本的に三徳包丁が一般的なんですけど、もちろん牛刀とかペティナイフっていうのもあるので、迷う方は結構多いと思います。ってことでもう先に結論を言うと、牛刀の 210mm です。牛刀の21センチですね。牛刀の21センチっていうのは実際にこんくらいの包丁なんですけど、実際にこれが牛刀の21センチの包丁になります。牛刀の21センチがどのくらいかっていうと、一般的な三徳包丁っていうのがこのくらいのサイズなんですね。これでちょっと黒いのはちょっと無視して、この形、この大きさっていうのが三徳包丁です。で、牛刀の21センチっていうのがこのくらいのサイズの違いなんですけど、要は3、4センチぐらいちょっと違います。扱い方とかそういった研ぎ方とかも基本的には一緒です。牛刀と三徳包丁のすごい細かい説明は以前の動画で説明したので、もしよかったらそちらもご覧ください。ではなぜ牛刀の21センチなのかちょっと説明していきたいんですけど、説明する前にこの動画見てくれてる人ならそもそも料理に興味あると思うので、ちょっとそれを前提に話したいんですけど、それを踏まえた上で2つのタイプがいると思ってます。とりあえず料理を始めたくて、でもちょっといい包丁に手出してみようかな、だからそんなに管理が難しくない包丁がいいなっていう人と、で本当に本格的に始めたくて自分で研いだりとかもう切れ味をとにかく追求するって人、その2パターンがいると思ってて、まずとりあえず始めてみようかな、でもいい包丁が欲しいなっていう方に対しては、牛刀の21センチは21センチなんですけど、材質はステンレスの包丁です。で、本格的に始めたいって人は鋼の包丁をおすすめします。何が違うかっていうと、ステンレスは錆びにくい包丁です。で、鋼っていうのは錆びやすい包丁です。ただ研ぎやすさとか研ぐ上での技術の上達っていうのは鋼の方が優れてるんですね。で、正直切れ味自体も鋼の方がすごくどうしてもいいんですよ。ただステンレスでももう十分すぎるぐらい切れるんですね。ちゃんと研いでいれば別に研げなくもないので、ちゃんとステンレスでも研げるステンレスがかなり多いです。ものによっては研げないステンレスとかもあるんですけど、基本的には研げるステンレスが多いです。だから初心者というか、ちょっと料理に興味があって、ちょっといい包丁に手出したいって方は牛刀の21センチのステンレスで、本格的に始めたい人は牛刀の21センチの鋼の包丁をおすすめします。ではここからじゃあなんで21センチかってことですねを説明したいんですけど、牛刀の21センチっていうのがものすごく使い勝手がいいんですね。そしてその使い勝手プラス技術が上達する、いろんな切り方とか自分がやりたい切り方ができるようになるんですよ。っていうのは押し切りっていう切り方なんですけど、押し切りっていう切り方がスムーズにできるようになるんですね。押し切りっていうのは前回の動画でも説明したんですけど、押し切りっていうのはまな板に当てた時にまな板からどっかは絶対くっついたままこういう感じで押しながら切るっていうことですね。この動きがスムーズにできるんですよ、牛刀っていうのは。で、その中でも21センチっていうのがおすすめで、ちなみに結構作業スペースが大きかったり手が大きい人は24センチでもいいと思います。ちなみに24センチっていうのが、これが24センチで大きさ的にはこれくらいの差があるんですけど、押し切りばっかする人っていうのは24センチの方がおすすめです。ただもちろん押し切りばっかじゃないと思うので、いろんな切り方すると思うので、一番それにバランスに特化したものが牛刀の21センチです。で、三徳包丁とか、ペティナイフっていうのですね。ペティナイフっていうのは刃渡りが牛刀と比べると短いんですよ。なのでその押し切りをする時っていうのはかなり高く上げないといけないので、ちょっと押し切りはやりにくいんですね。さっきから押し切り押し切りって言ってるんですけど、押し切りは本当におすすめしたい切り方です。もう簡単にさっと説明すると、押し切りをすることによってまず刃の消耗度は絶対に下がります。なので研ぐ頻度は少なくなるってことです。なので長持ちします。そしてとにかく楽です、切り方が。なので疲れないっていうのと、切り損じが少ないんですね。なんかネギがつながってることとかないですか？ネギがだからつながるっていうことも押し切りだとそのリスクが下がるんですよ。だから要は効率がいいから時短にもなる。だから牛刀を使うってこと自体が料理の生産性というか、かなり効率的に料理をすることができます。ただもちろん作業スペースは考えてください。作業スペースでもしまな板がすごいちっちゃいまな板使ってるとかだったら、もちろんそれに合わせた包丁は使うべきなんですけど、ある程度作業スペースがあるんだったら牛刀の21センチをおすすめします。はい、ということでまとめると、ちょっといい包丁買おうと思ってるんですけど、とりあえず1本買うならってことで牛刀の21センチかなりおすすめです。でもこれは万能に使いたいっていうことであって、例えばもう魚が結構多かったりするんだったらそれに合わせた包丁は必要になるんですけど、一般的なですね、野菜が結構多くて普段使い
に使いたいってことであれば牛刀の21センチをおすすめします。さっきステンレスと鋼って話出たんですけど、鋼はまあ錆びやすいです。なので基本的に錆びさせないテクニックというか一番の大事なポイントっていうのは、もう鋼の包丁を使ったら必ず、もう包丁を使う作業がなくなったら必ず拭くっていうことですね。ちゃんと汚れを取って水分をちゃんと拭き取って、もう一滴残らず拭き取ってちゃんと通気性のいい場所で干しておく、置いておくってことが大事なんですけど、それさえ守ってれば基本的に鋼の包丁でもそんなに錆びることはないです。で逆に言うと保管場所が悪かったり、扱いが雑だったりするとステンレスでも全然錆びるので、ステンレスって錆びないではなく錆びにくいなので、ステンレスでも全然錆びることはあります。だからせっかくのいい包丁なので錆びさせないことが一番大事になるので、ちゃんと包丁は大事に扱ってください。本当にがんとかと一緒で、なった後の対処よりもなる前の予防の方が絶対大事なので、錆びた後をどうにかするんじゃなくて、もう錆びさせないように普段から気をつけるってことの方が大事です。でまた動画でも詳しい保管方法とか錆びさせないコツとかもお伝えしますので、是非そちらもご覧ください。はい、もう喋ることないので終わろうと思います。今回のように少しでも皆さんの包丁の悩みが解決できたらなと思っておりますので、いろいろ質問募集してます。なのでもし質問あればコメント欄にお願いします。ってことで終わります。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。